2026年と今までと違うところっていうのがということなんです。ユニクロでも GU でもなく2026年一択なんじゃないかな。試着室はマジックボックス。皆さんこんにちは、スタイリストの五十嵐薫です。はい、今日はね2026年のボトムスのトレンドについてお話をしていこうと思います。だいぶスキニーが流行るんじゃないのとか、ワイドパンツがもう終わりなんじゃないのとか、いろんなことが、ささやかれていますけれども、皆さんはこれがなくなったら困る、いやワイドパンツなくなったら困るのよ、あれ足のライン拾わないからとか、いろいろね不安に思ったり憶測が飛び交ったりとかしておりますけれども、いろんなサイトを見ながら、こんなものが今トレンドになってるよ、こういう流れだよっていうものを、うまく説明したいと思います。確か、以前トレンドの話をした時に、あんまりスキニーといえどもスキニーすぎず、ほどほどにみたいな話をさせていただいたんですけれども、今度は実際にどういうものがほどほどなのかっていうところもフォーカスしてお話ししていこうと思います。はい、というわけでこのチャンネルを最後までご覧いただいて、面白かったためになったと思っていただけたらチャンネル登録いただけると嬉しいです。それでは行ってみよう。はい、それではね、まずこちらの L さんの、サイトなんですけれども、2026年デニムトレンド、今から押さえておくべき4大スタイルということなんですが、デニムのトレンドっていうふうには書いてありますけれども、ボトムスのトレンドだけをね集めているサイトがないので、この子をうまくねピックアップさせていただこうと思います。シャネルのねデニムなんて話を書いてありましたけれども、全体的にねこれシャネルの靴履いてますよね。これがシャネルのデニムということなんですけど、やっぱりエレガントですよね。はい、シャネルの話は置いときまして、先に進めたいと思います。まずね、2026年を見据えて知っておくべき4つの重要なデニムトレンドっていうところがあるんですが、一番最初にこの書いてある洗練バギー、そして2番目ストレート、3番目スキニー、そして4番目ダメージというふうにあります。今回ここのサイトではデニムを取り上げていますけれども、ちょっとダメージは置いておきます。で、洗練バギー、ストレート、スキニーというのはデニムではなくてもいろいろなパンツの方の方向性として、あるものなので、ちょっとご覧いただこうと思います。はい、洗練バギーということで、とにかくねユニクロさんなんかのバギーパンツだったりとか GU さんのバギーパンツ、いろいろね人気でした。ただちょっと違うのはこちらのねお腹のあたりがね、これどうなってんのと思われるかもしれませんけれども、ウエストこれどうしちゃったの、絞ってんのなんてお思いでしょうが、これはね、お腹を、クロップドの丈のものにちょっと裾に面白いデザインがついてるんですけれども、ローライズなんですね。ローライズのバギーデニムが出てくるっていうことなんですよ。私今こちらユニクロさんのバギーカーブジーンズを持ってきました。はい、ユニクロさんもうこれもかなり販売されたと思うし、 GU もそうですよね。バレルレックジーンズなんてね、全体的にカーブがついたりとかしているんですけれども、落ち感があって綺麗な形になってます。で、多少ねワイドなものであったとしても、ワイド感をそんなに感じさせないっていうところの綺麗さもあるんですが、今年2026年と今までと違うところっていうのが、先ほどもお伝えした股上が低くなる、ローライズになるっていうことなんです。ですのでここから切っちまえっていうのもありなのかもしれませんけれども、なかなかそうパンツとして形を成していかないかもしれませんので、今年バギーパンツを購入されるんであればローライズのものをおすすめしたいと思います。はい、足元はスニーカーではなくアーモンドトーのアンクルブーツを合わせるのが旬だということなんですね。アーモンドトーっていうのはちょっと先がとんがってるようなものっていうことだと思いますね。はい、要はねちょっとだけねきれいめ系にするのが今年風というところなんです。で、どういうものがあるかっていうと、こういうふうにね裾がダーツでね折りたためられてカーブを作ってるっていうパターンもあれば、腰回りのところが面白いデザインになっているようなものだったりとか、裾がね少しこういうふうに脱色してあるようなものだったりとか、いろいろねこんなデニムはあったりします。次にねストレートということで、この辺りはねユニクロさんが結構上手だったりとかしますので、はい、このねストレートデニムっていうのはすごい綺麗なものをユニクロさんもたくさん出されてましたので、この辺をねお手元にお持ちの方もいらっしゃると思います。
はい、スキニーですね、やってきました。実際にこういうねトップスのビッグシルエットに対して細身のものっていうのも合わせられたりとか、このようにパンプスに合わせたりっていうものもねきっと出てきますし、はい、このような感じですね。はい、結構スキニーなものが、このように出てくるよということで、ダメージはいかないでおきましょう。で、私ね、私の結構ヘビロテなんですけど、今私履いています、ユニクロさんの短パンのデニムなんですよ、これ。で、これね、なかなか形が綺麗で、でも今売ってないんですね。今販売されてないんですけれど、またこの流れでユニクロさんこれ出すと思います。で、ユニクロさん散々スキニー出されてましたけれども、流れがねこういうこちらのバギーパンツだったりとかタックワイドパンツ的なところが来てたので、ずっとこちらになってましたけど、今年あたりは多分ねスキニーを出されるんじゃないかなと。こういう短パンであったとしてもぴったりめで上をたっぷり大きいものと合わせるっていうようなコーディネートっていうのをおすすめできるような流れができるんじゃないかなと思います。そこでね、ユニクロさんの話で思い出しましたというパンツのね、トレンドとしてはね、デニムももちろんトレンドの中の一つではあるんですけれども、スウェットパンツっていうものもトレンドなんですね。ちょっとユニクロさんのサイトを見てみたいと思いますけれども、ごめんなさい、GU さんからいきましょうか。はい、GU のこのベビーウェイトスウェットバレルレッグパンツ、このあたりがねスウェットなんだけれども裾がしぼまってないっていうような、こういうちょっときれいめ系なね、今上がスウェット着てますけれども、パンツだけご覧いただくとジャケットなんかに合わせても結構かっこよく着れるような感じのものだったりするんですよ。こういうものはトレンドの一つになっています。それからね、ユニクロですね、ユニクロ C のパンツももちろんありましたけど、このスウェットストレートパンツの丈長もの、ここにね真ん中のところにクリークっていってストレートの線が入ってるんですよね。こういうのはデニムの中でもこういうものの方が出てくるものが多いですね。ちょっときれいめ系な仕様になってくると思います。このようにね、はい、パンツの前のところに線が入ってるっていうのが綺麗に出てくるのでお伝えしたいと思います。こうやって着てると、本当にこれスウェットなのって見まがうような感じだと思いませんか？はい、こういうのもトレンドの一つでございます。そしてね、こちらをご覧ください。去年のナンバー3だかなんかだったと思うんですよね。私がおすすめするこれは、もう言わずと知れたアンクルパンツなんですけど、これぐらいのね細さというか、細からず太からずというようなものっていうのがちょうどね履きやすいんじゃないかなって。スキニーすぎず、かといってダプッとしすぎずっていうね、ラインが綺麗でプラス余裕が多少あるっていうようなところが今年っぽい、2026年っぽいというようなところです。で、合わせてこちらのものも出しましたけれども、これはねアトリエヌさんと五十嵐のコラボのジレワンピースとセットで出したものなんですけれども、こちらはねストレートパンツというようなネーミングで出しましたが、内側に裾、パンツの内側の中にここにスリットが入っているっていうようなものを出させていただいたんですけど、これもね、決して太からず細からずというような感じなので、これぐらいのもの、アンクルパンツ、それからこういうようなストレートパンツっていうのは今年のねトレンドの中の一つになってくると思います。はい。そしてプラスちょっとね、最近私このところ H&M にちょっとハマっているんですよ。で、これ私今回ちょっと購入してきたんですけれども、このサイトのねちょっと見た目なんか雪男風みたいなフリンジパンツっていうんですけれども、6990円、これがねセットアップでトップスもあったりするんですけれど、はい、こんな感じなんですよね。正面がこんな感じ。これどう？素敵でしょ？素敵なんだけれども、これさ、これちょっとどうしたらいいのって思われるかもしれません。後ろがね、このフリンジがついてないんですよ。はい、こんな感じでね、形ご覧ください。太からず細からず細すぎずっていうところがあって、正面から見るとこういう、さっき話してた何でしたっけ、リンボッチャマ前はすっごいゴージャスなのに、後ろがなんかこう
裸みたいなそんな話をしてましたけど、ご存知の方いらっしゃるかしらはい、こんな感じでね今、ご覧いただいたこれ実物購入してきたんですけれど、はい、これ6999円の 30% オフなんでだいたい5000円ぐらいで購入できたんですが、はい、前がこのようにフリンジになっていて、はい、後ろがこのままですね。で今私ね形ももちろんそうなんですけれども、ホワイトがまずトレンドカラーの一つでしょ。でこれはちょっとねくすんだグレーッシュなホワイトなんですけれども、それにねこういうねフリンジだったりとかフェザーの感じだったりとかね、こういうものって今年のトレンドの一つでもあったりするんですね。前確か縄のれんじゃなくて玉のれんみたいな話をしたことがあると思うんですけれども、こういうね素材のものも、トレンドだったりとかするので、これ自体色、それからマテリアル、プラス気持ち余裕のあるストレートっていうようなパンツの形、三つどもえというか三拍子揃ったトレンドと思ったので購入してきました。五十嵐さんこれちょっとハードル高くないって思われるかもしれませんけれども、一応ね試しに、楽しんでいただこうと思って、購入してきました。今年のトレンドとしてね、さっきもお伝えしましたけれども、3大定番ボトムスということでスウェットタイプのパンツ、ね、裾がすぼまっていないというものだったりとか、ね、スラックス的なきれいめにもカジュアルにも着回せるようなタイプだったりとか、それからデニムの中でもちょっとねダメージが入ってたりとか、こういうようなねフリンジみたいなものが入ってたりとかっていうものもありますし、リバースデニムって言ってね、要はデニムの内側、こちらのね内側のものがデニムのね表面に配されているような、この内側の色を使ってうまくデザインを作ってるっていうようなものも出てくるよっていうような話でございます。はい、でとにかくね着こなしとしては先ほどもお伝えしたように、私の今日の格好もそうなんですけれども、このようにダボっとした大きいものを着て、それから、もっとねもっと肩も落ちてるような今年の、ずっとここ着ているオーバーサイズみたいなものに、スキニーっていうのがやはりスタイルがよく見えたりとか、はい、昔でいうとこのね大阪のおばちゃんみたいな長めの大きめの T シャツ着てお尻まで隠してレギンスみたいなでヒョウ柄みたいなおばちゃんいらっしゃるじゃないですか。ああいう雰囲気なんだけど素材が違うみたいな、そんな感じでしょうかね。上大きめ下がほっそりみたいな、そういうようなところが2026年であり、プラス先ほどお伝えしたようにねグランジ風だったりとか、あとはストレート的なところで細からず、太からずっていうところももちろんそうだし、あとは最初に言ったスウェット、はい、きれいめ系のスウェットっていうところ、スウェットなんだけどスウェットに見えないジャケットにも合わせられるよっていうような、はい、一粒で2度3度美味しいような感じのボトムスっていうのが2026年に上がってくるようです。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。はい、とにかくね私ねここ数回 H&M に行ってるんですけれど、いいんですよ。なんたって私ユニクロでも GU でもなく、今まであんまりね素材とか縫製とか H&M に対していいイメージがそんなになかったんですね。ザラさんの方がいいなっていうのもあったり、だったらユニクロさんの方が全然いいんじゃないなんて思ってたんですけれど、2026年 H&M 一択なんじゃないかななんて感じているんです。はい、というわけで皆様はいかがでしょうか。とにかくね今の時期セールがたくさんいろんなところでやってるんですけど、 H&M さんもセールやっていますが、新しいものも出てて、なんかね見ててめちゃくちゃ楽しかったので五十嵐のおすすめでございました。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。試着室はマジックボックス、スタイリストの五十嵐薫でした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。どうぞチャンネル登録ポチッといいねボタンで高評価をいただけるとすっごく嬉しいです。それではまた次のコーディネートでお会いしましょう。バイバイ。